行機には大体乗り遅れてしまうヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの専門店デューレプタイルズに起きたやばいことをお話ししたいと思います。なんか飛行機ギリギリで行きがちで車で空港まで行くんですけど、大丈夫だろうと思ったらなんか駐車場めっちゃ混んでるとか、なんかラウンジで仕事してて集中しすぎて行っちゃったみたいなとか、何度かあります。でもね、飛行機はそんなにやばくはない。今日はそれよりもうちに起きたもっとやばいことをお話ししたいと思いますが、サブチャンネルがデューレプタイルズにあって、そちらをご覧いただいたりご登録いただいている方もいると思うんですけど、そこのリーダーがですね、大橋っていうスタッフだったんですが、通称パチというね、たまにこのメインのチャンネルにも登場するダーク系の肌と筋肉をしたスタッフがいたんですけど、大学生だったんですね。大学1年生の時からうちで働いてくれていて、陸上の特待生かなんかで全国7位とかなんかそういうすごい成績なんですけど、その大会とか部活の合間を縫って忙しく働いてくれていたんですけど、もうちょっとさすがに2年生になってこれから3年生になっていく、いろんな責任とかまた成績もどんどん上がってくる中で両立が難しいということで学業に専念することになったわけです。なんか普通の学生アルバイトとして働いてもらっていたわけではなくて、もううちの主要メンバーというかフロントのメインキャラクターの一人として働いてもらっていて、でサブチャンネルももう任せていろんなことやってもらっていたので、ちょっとお話がありますと言われて、来た、これなんかよく聞くやつみたいな、これやめる系っぽいわと思ったら、ちょっと学校の方に専念したいんですけどっていう話がありまして、そうだよねということで、引き止めることはなく学業に専念をしてもらうことになりました。で大橋さんはすごく人当たりも良くてお客様とも仲がいいので、もうなんか寂しいみたいな声もたくさんいただいて、お別れライブみたいなのをしたんですけど、そこなんか凄まじい額のスパチャが集まったりとかしてお別れをしんで、この間のイベントで最後だったんですが、そこわざわざね、なんか北海道から弾丸で会いに来てプレゼントを渡してくださる方とかもいたりして、愛されているんだなと思いました。そういうスタッフに働いてもらえることはね、とても嬉しいことなので、大橋さん以外にもたくさんのスタッフに働いてもらってますけど、みんなそれぞれ才能を持ちながら強みを持ちながらいいキャラクターをしながらお客様とも仲良くしていただきながら働いているので、大橋さん抜けて寂しいですけど、みんなでカバーし合っていきたいなと思っています。いろんな同業の方から言われるのは、デューさんってどこで採用してるんですかって、どういうふうに人を見つけて採用してるんですかっていうお話をすごくよくされるんですね。なぜなら我々はなんか楽しそうだし、みんなよく動いて働いてくれるしっていうので、ちょっとねなんかよく言えば非常に活気あふれる会社だと思うんですけど、大体が元お客様ですね。一人だけ僕の昔からの友人がデューレプタイルズを始めた超初期から手伝ってくれている人だけはうちのお客様ではないスタートだったんですが、それ以外は店長も新店長もエースもバックもほぼ全員お客様スタートだからね、採用コストがかからないっていう良さはありますね。採用コストかからないから、みんな大体ね、求人出す時っていうのはお金を払ってどこどこの媒体にこういう感じで働いてくれる人いませんかみたいな話をするんですけど、うちの場合はそういうのがないのでとってもありがたいなと。あとはね、会社の説明とかをしなくても、お店の説明とかをしなくても、もともとお客様なので、うちがどういうお店で僕がどういう人かっていうのを最初から理解した状態で入ってくれるんですね。なのでその文化のすり合わせみたいなのもすごく楽ですし、ひろあきさん大体こういうことが得意でこういうとこはできない、あの人はこういうとこダメなんだみたいなのが分かってくれてる状態なので、非常にコミット高く、そして解像度も高く働き始めてくれるので、そういうのはねすごくいいかなと思っています。結構僕距離は取る方なんですけど、人っていうかスタッフとかお客様とも一線は引く人だとは思うんですけど、なので最初はお客様を雇うっていうのにすごいなんか違和感があったんですね。一番最初の一人がコロさんっていう人だったんですが、でもなんか大丈夫なんだなっていうのを知って、でそこからは出会いとかご縁があればお客様からデューのスタッフになるっていう人が多いかなと思います。今のところ大丈夫かなと。でいいこともたくさんあるんですけど、うちの特徴はお客様同士が仲いいっていうこともあって、だから新しいスタッフとかももともと別のスタッフとの友達とかもともと知り合いとかもともと僕とは直接交流がなくてもスタッフと仲いいお客様だったりするんですね。その方が入ってくるので、もうなんか最初から関係ができているのが悪い方に働くと、なんかガチ喧嘩とか始めて「あんたなんとかなのか」みたいな
普通だったらこう新入社員とか新しく入った人が店長にガチギレするとかないじゃないですか。うちはなんかそういうのがあったりとかするので、おいおいおいみたいな距離感の時もあるっちゃあるんですけど、そういう失敗もしながら熱量高く、仲もよくやっていけてるのは、今のところ強みになってるかなと思います。スタッフで喧嘩してなんか泣いたりとかね、ご飯行こうよとか言ってご飯行ったりとかしてるのを見ると、企業として整えなきゃいけない部分はもちろんありつつ、これ後から作ろう、そういう風な雰囲気にしようと思ってもなかなかできないので、楽しさの雰囲気とかっていうのはお客様のからの魅力とか安心にもなると思うので、大事にしていきたいなと思ったりもしています。やめちゃったよ大橋。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの専門店デューレプタイルズに起きたやばいことについてお話をしました。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のお試しサービスを行っております。ご希望の方はラット公式 LINE からお試しラット希望とメッセージをください。